皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回もこちらドランダガーとヘルズチェインとライノホーンの新パーツを使って 3on3 バトルをしていきたいと思います。今回チョメマルはヘルズチェインを使います。そしてつぶやきさん太郎は全部使っていきます。ずるそれではやっていきましょう。やっていきましょう。なんかおかしいな。シュートポジションを決めるじゃんけんをしていきます。最初はグー、じゃんけんぽい。たまには左。いいでしょう。お互いのファーストベイ。せーの。じゃん。レオンクロー 580T。ドランダガー 560S。ファーストバトル。レディーセット。3、2、1、ゴーシュー。やばい、そこはおお、ナイス。オーバーはやだ。いいよいいよいいよ。フィニッシュ。ドランダガーにワンポイント。やったぜ。削り時給。やっぱなんかこう持久力のある感じの戦い方をするね。オーバーだけちょっと怖かったけどね、あそこさえ耐えれれば。そうね。お互いのセカンドベイ。せーの。じゃん。ヘルズチェイン 480LF。 ヘルズチェイン 360R。 セカンドバトル。レディーセット。3、2、1、ゴーシュー。オーバーフィニッシュ。つぶやきさん太郎のヘルズチェインに2ポイント。やったぜ。逆だったかもしれない。こういうバトルはやっぱりその後ろ側を取ったやつが結構有利になるよね。そうだね。お互いのサードベイ。せーの。じゃん。バイパーテール 380HT。 ライノホーン 460HT。 サードバトル。レディーセット。3、2、1、ゴーシュー。はい、スピード押し。いいよ。いいよ。回転力こっちのがある。いやー、バイパーの攻撃が全部いなされてる感は確かにある。あ、なるほどね。ナイス。フィニッシュ。ライノホーンにワンポイント。ということで、この 3on3 バトルの勝者はつぶやきさん太郎。やったぜ。新パーツ全部使った。ちなみに勝ちは譲るんで、もう一回だけやらせてもらっていいですか？いいでしょレディーセット。3、2、1、ゴーシュー。おー、いい力の攻撃。さあ、下をこづけるかな、バイパーテール。大丈夫大丈夫だよ。いい姿勢。ナイス。フィニッシュ。ライノホーンにワンポイント。やったいや、いい感じにね、下の方はこづいていたんだけど、ライノホーン結構しっかり守ってる感あったね、今回は。ね、ちゃんとディフェンスタイプしてたね。いいね。ちょっと身長高すぎたな、やっぱ。80じゃなくて60の方が60の方がいいかもしれないいいかもしれないね。というわけで 3on3 バトルが終わりましたが、いかがだったでしょうか。いや、新パーツ全部使ってみたけどね、やっぱ組み合わせによって動き方も変わるし、どの良さもあるなーって思った。それこそ一番感じたのはやっぱドランダガーなんだけど、アタックで使ってもいいし、スタミナ系のビット使ってもいいしで、こいつ万能だなっていう風にすごい感じてるし、あとはライの方も今回ね、結構いい感じにしっかりスタジアムの中に留まってスピンで勝つことできたから、ライノもね結構好印象だな。買ったばっかの時はね、スタミナ全然なくってちょっと使いづらいかなとか思ってはいたけど、ちゃんとしっかり弾くし、ライノもいいブレードだなって思う。チェーンはもっとたくさん使っていかないとちょっとまだわからんかもしれん。安定はしてる。すごい安定はしてる。チェインね、今回アタック寄りにしてみたんだけど、お互いチェイン同士でね、そうだね。追いかけっこになっちゃったからあれだけど、でもアタック力はねやっぱチェインあるから、スタミナ寄りに使うよりアタック寄りに使ってあげた方がやっぱ輝くのかなって思った。
スタミナ寄りで使うとしたらね、やっぱヘルズサイズっていう壁があるからね、そうなるとヘルズサイズとは違う運用の仕方したいなっていうふうに思って、そうなるとアタックタイプとかがやっぱ相性いいというか使いやすい感じはするね。まあただあくまでも俺の話ではあるんだけど、俺が普段から使ってる結構頑張って綺麗にしたウィザードアローとそこそこ綺麗にしたヘルズチェーンだとヘルズの方が割と勝ってたっていう場面があるから、そのなんだろう、ヘルズサイズと比べちゃうとさすがにあいつの方が強いになっちゃうかもしれないけど、他のね持久タイプの例えばナイトシールドとかウィザードアローと比べるとワンチャンあるかなっていうふうには俺の中では感じてるかな。ただその綺麗に組むっていうのがウィザードアローとかナイトシールドに比べると結構難しい。そうね、スピンで勝つようなね、スピン運用のベイを2期目以降使いたいんだったらヘルズチェーン全然ありだね。重心バランスをうまく整えさえすればね。あとちょこっとだけ気になったのが、ヘルズチェーンのブレードって結構薄くってさ、ラチェットと隙間が若干できやすいんだよね。ナイトランスと同じ感じだね。そう、この隙間がどうなるかだよね。ラチェットに当たりやすくってバーストしやすくなっちゃうと困るけど、なんとかねバースト耐えることができればいいんだけどね、ちょっと隙間が気になるなっていうところはある。あとあれか、ファイテーパーね、やっぱ野水氏とね同じ感じでバイパーに使ってみたんだけど、自分は今回80系で使ってより高く使ってみたんだけど、ちょっとね高すぎたかなっていう身長が。そうね、60の方がその狙った角度にはなりやすいかも。そうまあそのラチェットの種類にもよるとは思うんだけど、バイパーとねHT はちょっと相性いいなと個人的にも思うから、使うんだったら60系のラチェットを使ってあげた方がより良さが出るのかなって思ったかな。あとバイパーテール以外にも今後登場するブレードとか今までのブレードでもいいんだけど、そのブレード上面で攻撃する感じ、側面じゃなくてもう上の面でアタックしたいっていうブレードがあったらハイテーパーでわざと斜めにして攻撃するっていうのは一つの戦術としてありかなと思ったね。なんだったらチェーンもね、確かにね、チェーンも若干上部がゴツゴツしてるし、あとライノも結構ゴツゴツしてるから、いろいろ使い方ありそうな感じかなとは思う。割とハイテーパーだからこそできる感じはあるよね。ニードルとかでもできないことはないと思うんだけど、あっちはバーストのリスクがあるから、そう思うとハイテーパーの方がねバーストのリスクをある程度経験しながら戦えるから割とありかなとは思う。あとラッシュのビットなんだけど、水平のフラットシュートした時に力強めの強シュートで打つと、ラッシュはフラットよりも初動がちょっと遅い、真ん中にとどまりやすいかなっていう印象あった。フラットでフラットシュートすると結構早めに外周走ってエクストリームダッシュ決めたりするんだけど、ラッシュだと割と長時間真ん中で粘ってから動き出すかなっていうのがある。だからそれこそね、シュートパワーも結構重要だなって感じた。強く打ちすぎると真ん中でとどまりやすいけど、若干シュートパワー落としてね8割ぐらいで引くとラッシュも結構早めにエクストリームダッシュするかなって思って、結構シュートパワー大事だと思います、ラッシュのビットは。全力シュートするだけがやっぱり正解じゃないからね。そうなんか8割型でシュートした方がエクストリームダッシュ乗りやすいとか、オーバー取りやすいみたいなのとかあるし、なんか俺ねシャークエッジがね100でシュートするとあんまり活躍しなかったんだけど、80から下手したら60ぐらいでシュートした時に結構オーバー取ってるみたいな場面たまにあるから、なんかそのシュートパワーもテクニックの一つに入ってきそうだなとは思ったね。そうだよね。それこそさっきも言ったようにラッシュビット使って真ん中にとどめたいっていう風だったらわざと強シュートで真ん中にとどめるように狙って打つこともできるから、結構シュートパワー大事だなって思った。相手との回転の差ね。そう相手がめちゃめちゃ速く回転してる時にこっちがなんか 60% ぐらいの回転だと飛びやすいみたいなのが、なんか割とあるんじゃないかって最近感じ始めてて、相手のシュートパワーを見たりとか、あるいは自分が逆に落としたりとかね、その相手を見てからっていうのももしかしたら読み合いみたいな感じになってくるのかも。そうね。面白いけど難しそうだね。そうだね。結構経験もいるだろうね、そこのやっぱりそのベイブレード X の中でさ一番難しいのはシュートだよね。そのアタックが当たらないようにシュートするってのももちろん難しいし、その回転とか、あとは前回か前々回の動画の当たっちゃう位置があるから奥側にシュートするか手前側にシュートするかとか、
そういうの結構いろいろ考えていかないといけないから、うん本当にね X のシュートはね難しい。そう、シュートポジションも違うからね。結構その相手によっても変わるし、自分のベイによっても変わるし、シュートポジションによっても変わるし、シュート力も角度も変わるし、うんシュートがマジで難しいね。でもだからこそそのシュートとかで実力差が出るのかなとは思ってる。うん大会とかに出た時にさ、同じような方が上位にいるとか、あの方、前回も上位にいたなとか、うん決勝に残ってたなみたいな人が結構なんやかんや同じように上位にいたりするから、結構ベイブレード X 発売前にさ、全てが運だよみたいな意見がいくつかちらほらされるみたいな、うんこんなんベーンってやってバーンってやったらもう勝ちじゃんみたいな運ゲーじゃないかみたいな話って結構あったんだけど、運ゲーだったら同じような人がずっと上位に来るってことはまずないから、そうだね。だからやっぱりそういうその運以外の要素を突き詰めていった人っていうのが上位に残りやすいのかなみたいなのは結構最近感じてるところだから、皆さんもねそういうテクニックとかシュートパワーとかポジションとか角度とかいろいろ変えてねやってみると、なんかより高みを目指せるっていうとあれかもしれないですけど、強いブレーダーになれるんじゃないかなっていうふうには思いました。というわけで皆さんもドランダガーヘルズチェインライの本買って遊んでみてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。